こんにちは、みくらです。前回までで街がだいぶ大きくなりました。商店街エリアに、この辺は自宅や学校があります。奥は今建築中の川沿いエリアです。湖のこちら側に桜神社。そしてお城エリアです。だいぶほったらかしにしていたので、今回はお城エリアに建築します。そろそろ地図も作り直さんとなぁ。建築場所はこちら。桜神社が見える好立地です。ここに櫓を立てていきます。大きさはこんな感じ。材料がこちらです。外装のみの計算。石レンガの土台の上に柱を立てます。赤色羊毛の目印の位置は頭皮の原木を使用しますね。高さは7ブロックです。繰り返し作業なので倍速。すべて高さ7ブロックで作ります。黄色と白色の目印の位置に壁を作りますね。まずは頭皮の木材を高さ2ブロック分積み上げます。続いてクォーツブロックを柱と同じ高さ7ブロックの位置まで積み上げますね。ここは玄関にするので開けています。壁が出来上がったので一旦床を作ってしまいますね。床は多くの木材を使用します。木材をポンポン置く音、好き。入り口は丸石のハーフブロックを使って玄関っぽくします。お城の櫓は見張り台の役割が主ですが、武器庫としても使われていたらしいので、それっぽい内装にしたいなぁ。見張り台としての意味も持たせるために、湖の横に作っています。他の面の壁はドアが必要ないので、真ん中は頭皮のフェンスで窓を作りますね。続いてたるきを作ります。頭皮のハーフブロックと逆さ階段を、このように設置してギザギザさせます。ギザギザがあればあるほど、のっぺり感がなくなる気がするので、ギザギザをいっぱい作ることができるたるき、大事。中央と角だけハーフブロックにしたら、バランス良くなるかな？これから1階の屋根を作ります。深層岩タイルのハーフブロックを使って、頭皮のたるきの上部を隠すようにぐるりと囲みますね。深層岩タイルブロックと組み合わせながら、徐々に積み上げていきます。まずハーフの形を決めてしまいますね。ハーフは日本のお城によくある山の形にデザインされた屋根です。ハーフがあるだけでだいぶお城の建造物っぽくなるので、ここで作っておきます。ある程度の高さまで積み上がったら、今度は深層岩タイルの階段も組み合わせて、角度を上げていきますね。てっぺんは深層岩タイルの塀を使います。屋根裏の壁も作りますが、こちらは2階の壁も兼ねているので、1階の壁とほとんど素材やデザインを変えないように気をつけながら作っています。とはいえちょっとだけ装飾を増やしてみようかな。ちなみに壁の高さも1階と同じ7ブロックになるようにしています。反対側にも同じものを作っておきました。これから2階の壁と側面の屋根を作ります。壁は屋根裏の壁と同じで、高さ7ブロック。頭皮の木材とクォーツブロックのツートンカラーです。
2階の壁の位置が決まったので、先に側面の屋根を完成させてしまいますね。とはいえあくまで今回の建物は、櫓なので、派手になりすぎないようにこちらは、控えめの装飾にします。正面を豪華な破風にしたしね。低めのアーチにしたので窓も、作っていませんが、たるきを作ってそれっぽくしています。暗いしランタンもつけとこ。2階の壁作りに戻りますね。1階と同じ要領で、柱と窓を作ります。素材もすべて同じものですが、1階よりも幅を狭く作っているので、ブロックの設置場所が若干異なります。両端はマングローブベース。真ん中は頭皮の素材ベースです。反対側も同様に2階の壁と側面の屋根を作っておきました。正面の壁も作ってしまいますね。こちらハーフの中を派手めの装飾にしているので、サイドは控えめの装飾にしようかな。2階の屋根を作ります。上の階に行くにつれて建物の幅を狭くしていきたいので、2階の屋根の幅を5ブロック分の大きめにして、3階の壁が小さくなるようにします。屋根が幅5ブロック分出来上がったので、これから3階の壁を作ります。3階の壁も1階、2階と同じ素材で、頭皮の木材2ブロックに、クォーツブロック5ブロックの、高さ7ブロックで作成しますね。屋根に埋め込む形で頭皮の原木製の柱を立てて、このように組み合わせますね。他3面の壁も同じように作りました。これからてっぺんの屋根を作ります。まず波心双眼タイルのハーフブロックでぐるりと囲みますね。徐々に高さを上げていきたいので、深双眼タイルブロックも使うよ。ここから屋根を飾っていきます。深双眼タイルの階段ブロックも組み合わせて、このような形で屋根を作りますね。屋根裏の壁も作っとこ。反対側にも同じものを作って、屋根をつなげておきました。このまま外装完成でもいいのですが、せっかくお城エリアにある建物なので、ちょっとだけ装飾を足してみますね。色味を変えて、石レンガブロックでシャチホコっぽいものを作ってみます。金ブロックで作りたかったんですけどね。金ブロックの階段とかハーフブロック実装されんかな。これから内装を作ります。本当は実際の櫓に近い階段の作りにしたかったのですが、マイクラの大きさ的に再現するのが難しかったので、昔ながらのはしごで上り下りする仕様にしますね。内部の柱と1階の屋根も作っとこ。1階の天井が出来上がったので、部屋分けしていきますね。お城の部屋は、襖でいっぱいのイメージなのですが、ここは櫓で武器庫の役割があるので、しっかりとした作りの壁にしています。と言っても素材は、外装に使った、頭皮の木材とクォーツブロックのままです。はしごが暗くて、足を踏み外しそうで危ない。光源をつけて、葉っぱで装飾しておきますね。こちらははしごの裏側。ちょうどいい空間ができたので、トイレにしますね。この時代の和式トイレの再現難しい。こんな感じでいいかな？
ここは防具入れにしようかな。旧装備やダイヤ装備は和風建築の雰囲気に合わないので、革と鉄装備メインで設置しようと思います。統合板だったら武器も飾れるんだけどな。NPC を設置したりすることができる統合板がちょっと羨ましい。Java 版でも実装されんかな。1階の内装はがっつり防具置き場にしました。どうかな？はしごを登って2階に行きますね。2階の内側はこんな感じです。こちら側の窓はハフの裏側。桜神社がよく見えていい感じ。それでは2階の内装を作っていきますね。まずは柱と壁を作ります。建築したものをこうして見返すの、なんだか面白い。2階は武器庫に関する書庫にしようかな。本棚をたくさん置きますね。ここには戦略に関する本や、防衛方法をまとめた本、バトル漫画や攻略本まで揃っているらしいです。読みたい。そのままこの部屋で読めるように、デスクを作っています。掛け軸もかけとこ。これから3階を作ります。はしごの終わりをうまく装飾できたらいいな。柱と壁を作りますね。こちら側には刀を飾ってみます。1階の武器庫には置かない貴重なやつ。これで櫓の完成です。久しぶりにお城エリアを建築してみましたが、いかがでしたでしょうか？いつもと違う装飾ができて、楽しかったです。またちょっとずつお城の建造物を増やしていきますね。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。